はい、では、おしろさん、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、新時代の始まりと起こる変化っていうテーマなんですけど、2024年11月20日に、占星術的に見ると、冥王星が水亀座に入りまして、本格的に風の時代とか、ここの時代とも言われてるんですけど、そういった周期が到来したと言われてまして、和尚さんの視点で風の時代っていう視点も踏まえて世の中や人類っていうのはどういった今後変化や気づきがあると予想されますか？そうですね、世間ではね、風の時代っていうのが SNS なんかでも非常にいろんなところで配信されてる、見解性っていうのが結構見受けられるんですけども、やはりその風の時代っていう、言い方ももちろんそうですけど、来年から特にね、いつもお話してるように木のとの見年っていう言い方を私らしてますけど、来年は見年ですよね。なので、よりね、その見年っていうのは、その木のとっていうのは陰のエネルギー、そして実っていうのも陰が重なっていくっていう、陰と陽の、今年が陽で、木の絵辰年が陽とするならば、木のとの見年は陰っていう重なり、これ悪いっていうんじゃなくて、表と裏って考えるとより深くね、裏の方のエネルギーが活性化してくると。だから今の辰年でもエネルギーの年ですよって言われてたんですけども、より深いところの部分のエネルギーが最も出てくる。だから心の奥の深い部分、心に溜まっているもの、心で描いているもので、心でその思い立てるエネルギーがそのまま形になっていくよみたいな、そんな時代に移り変わっていきそうな、そんな時が今のちょうど11月からターニングポイントって言われてるんですね。なので大体2月で節が変わっていって、我々の世界だったら2月の3日節分って、節の分け目って書いて節分、そこからずっと節句節句っていうのが日本の風習ですよね。だからその都度節目節目があって、それでそれちょうどその3ヶ月のサイクルみたいな節目があるんですけども、2月で節が変わって3月4月5月、これ3ヶ月のサイクルで、ちょうど階段を登っていくように開拓期って言われてます。で、3、4、5。で、6月でエネルギー停滞します。これ季節の変わり目もありますよね。で、7月、8月、9月の3ヶ月をもって、これ成長期って言われてる。で、10月でまたリズム、一旦停滞するんですけども、で、それから11月、12月、1月っていうタイミングで、今度は安定期とも言われてます。なのでちょうどまた2月になったらまた開拓していくって言われてるように、そのリズムに乗っかっていくと、この11月のこの後半戦からはちょうど新しいエネルギー、つまり木のとの見年のエネルギーが影響を及ぼしてくる時なんですよ。で、私いつも言うように、その蛇という生き物は前に進む生き物ですよね。でもニョロニョロというイメージがあるように、柔軟性を持って前に進んでいかなきゃいけない。プラス合わせてまっすぐ進む、かつ攻撃的に、さらには脱皮をする生き物なので、自分の観念の殻というものを破って抜け出してほしい。それをするためにはやっぱ精神性のエネルギーっていうのが必要になってきますし、でもっぱらその五代とかね、いう元素があって、地、水、火、風、空っていうふうに5代で表せるならば、地のエネルギーっていうのは、グラウディングって言って、地に足をつけるとか、ぶれない精神性を表してたり、で、水のエネルギーっていうのは、コミュニケーションの能力って言われてる。で、火のエネルギーっていうのは情熱と行動力ね。そして風のエネルギーっていうのは、先見性とか、見解の能力、より内なるエネルギーって言われてる。自分がどうしたいのか、何をしたいのか、そして相手の気持ちを分かるとか、空気を読むとか読まないとかいろいろありますけど、いわゆるその内側の能力、そういった地水火風のエネルギーが次第の元素が整った時に、ちょうど空、無とか空って言われてる空ですよね。空のエネルギーが生まれる。これは愛と調和の無限のエネルギー、つまり仏とか如来とか菩薩のエネルギーって言われてるんで、その次第を整える、いよいよその風の部分のエネルギーの時代に変わってくるよっていう、それは先見性であり、見解の能力であり、より深いところにある自分の信念であり、思いであり、そういったものを強く思っている人、ポジティブにね、思っている人ほど形になっていくし、
無論ネガティブを描いている人もそれが形になってしまう可能性のある年回りっていうことで、特にスピリチュアルな世界では風の時代、いわゆるその星座が動くことによってそういったエネルギーがこの地上にも届いてくるよと。より深いところが掘り起こされるんで、頭で考えていることよりも心の中で念じていること、どうなりたいかとか、だから我慢してる人とかね、なんかこう自分がやりたいことをこう無理だろうって考えているとか、私にはできないわって思っている人はそのまんまそれも形になってしまうし、でも私にはこうやりたいことがあるんだってやっぱ信念とかね、強い意識のスイッチを入れることができる人はそれもまた形になっていく。でもより深い心のポジティブ性とか、やっぱ周りを応援したいとか、自分がそこに乗り上がっていきたい、それを乗り越えていきたいっていう人は特に見えない力が見える力となって、私がいつも言うようにご縁とかね、縁のつながりとか縁をいただけるとかっていう形になってエネルギーが作用するような、そういった年回りがやってきますっていうことじゃないかなと思います。そう考えると上っ面とか頭で考えてるだけのこととか、その自分の心を無視してその上辺の部分だけで行動したりとか言動するっていうのは逆にもうなんか通用しないとか。そんな感じですね。だから心の内にあるものが出てきちゃうよと、良きにも悪きにもですけどね、そういった年回りのエネルギーの影響がもうすでに始まってます。なので私たちのその先生術的に見てもやっぱ11月の20日ぐらいがちょうどターニングポイントだったし、その辺からの影響力を受けて体調の変化とかね、ちょっと倦怠感があるとか、なんかやる気がいまいち入んないなとか、なんかそれを開けるとすっきりしたなとか、なんかまだモヤモヤしてるの、なんかそういった症状がこう前後左右してるというかね、上下してるというか、そういったところがある人がだんだん増えてますね。だからエネルギーに敏感になったっていうんでしょうかね。なんか人の気持ちもなんとなく分かる人が増えたとか、やっぱ人の気持ちを考える人も増えたような気がしますし、そういった意味では今まさにね、自分の思いをね形にしていける。だから後半戦に向けて、今年の年末に向けてはやはり自分が何をしたいのかどうしたいのか、できないであろうとか無理だろうっていう気持ちをやめて、いやこうするんだぞっていう強い意志をね持って、年末を迎えていただきたいなっていう気持ちがあります。確かにそのできるとかできないっていうのはもう本当に頭で考えてるってことですもんね。ところがやりたいことと考えてることがね違ってたり、せっかくやりたいのに頭で抑え込んでしまってたりとか、無理だろうっていう妄想ですよね。そういったものでやりたいことを制限されている方が非常に多いと思いますし、っていうのかな、一生に一回ぽっきりは一回ぐらいは自分でやろうと決めたことを形にしてみれる、そういったチャンスの年なんじゃないかなと思ってます。わかりました。はい、ありがとうございます。今回改めてその11月20日からインターネット上でもかなり話題になったっていうところがありまして、今回お話しさせてもらったんですけども、それもあるんですけども、そもそも昨日との見年のスタートもじわじわ始まっているというところもありまして、今回改めてまた1月19日にですね、開運新年会もありますので、昨日との見年になった1月19日にこの辺のお話も深くさせていただけたらなと思います。はい、では本日はありがとうございました。ありがとうございます。もしかしたらこうなってしまうんじゃないだろうかとか、もしかしたらダメかもしれないとかって、人が人を大切にしていく思いが世の中を変えていけるんじゃないかなって思ってます。